こんにちは、ミッキーです。今回は駅近限定東京駅カフェ&グルメ6選としてご紹介します。新年一発目のカフェ紹介は東京駅特集。本チャンネルでも最も人気と言っても過言ではない東京駅周辺のカフェを2024年の最新情報としてお届けします。今回はカフェ情報はもちろんのこと、東京観光で来られる方々も意識しつつ、ぜひとも食べていただきたいうなぎの名店や東京駅舎も眺めることができるここだけの注目食堂などもご紹介していますので、東京駅周辺を一日中楽しむ際の参考にしてみてほしいです。ちなみに丸の内のイルミネーションも2月18日までの開催なので、もしまだの方はそちらもお楽しみください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、まずはじめにご紹介しますのは2018年5月、東京丸の内の新たなにぎわいの創造の拠点としてオープンしたコーヒースタンド丸の内ハプスタンド&ギャラリーさんでございます。オープンから5年が経つ今もなお、雑誌のように次々とテーマが入れ替わるスタンド&ギャラリーとして東京駅の丸の内エリアにて様々な人の憩いの場になっています。いつ訪れても今まで丸の内では出会えなかったもの、ことと遭遇し、新たな発見や刺激を体験できるよう客席スペースをギャラリーとして活用している点はまさに店名の通り、季節ごとにその装いも変わってくるため、日常使いをしている方にとっても新たな刺激のある店舗です。また丸の内という街が大切にしてきたエッセンシャルイコール本物、本質をキーワードに、スペシャリティコーヒーやクラフトビールなど朝から晩までこだわりのメニューを提供してくれます。その商品のどれもがちゃんと美味しいものにこだわったメニュー、各コラボ先とハプオリジナル商品を開発し、ここでしか味わえないオリジナルメニューを作り上げているようです。ご覧のように季節ごとにまさに雰囲気が変わってきまして、夜の映像ではクリスマスの時の様子、昼間の映像では夏の頃の様子を映しておりますので、その春夏秋冬で雰囲気を変える点もとても注目かなと思います。また冒頭でも申し上げました通り、丸の内のイルミネーションは2月18日までやっていますので、ぜひそのイルミネーションを体験する際にこちらのスタンドもご利用いただきまして、テイクアウトでも楽しんでいただくのが良さそうです。またテイクアウトの際にはぜひともコーヒーを注文してほしいなと思ってまして、静岡市を拠点にコーヒー豆のロースティングをしていますイフニロースティング&カンパニーのコーヒーを使った丸の内ハプさんだけのオリジナルブレンドコーヒーになっていまして、余分な酸を抑え、冷めた後でも同じ味が楽しめるような配慮をされている豆が提供されます。さて、こちらが個人的にお勧めしております平日朝8時からの営業にてお得にいただけますモーニングセットです。東京駅周辺にお勤めの方はぜひとも試してほしいです。続いてご紹介しますのは2020年8月に東京駅の構内にオープンしましたプレミアムサンドプラスカフェメルヘンです。多くの人が行き交う東京駅で一息つきたい時に手作りのこだわりデザートサンドをいただける穴場カフェになっています。東京駅の構内、グランスタ東京の丸の内坂エリアにあります赤い壁面に描かれた白熊のメルルンが目印になっています。メルヘンというとテイクアウトのお店のイメージをされる方も多いかと思うんですけども、こちらはイートインもできるようなスペースが特徴的です。店頭でまず目に飛び込んでくるのは、お店の正面にありますショーウィンドウの中にずらりと並んでいるサンドイッチ。カラフルでボリュームたっぷり、そして種類の多さに圧倒されます。席の形態としましては、テーブル席が14席、カウンター席が12席、そしてスタンディングの席もありますので、サクッといただきたい方にとってもおすすめなお店になっています。また充電も可能でございますので、まさに東京駅構内で一息つきたい時におすすめなお店です。さて、こちらのお店で特に人気なのが旬のフルーツとフレッシュな生クリームをたっぷり挟んだデザートサンド。季節限定の果物やユニークな組み合わせのものもあり、選ぶのに悩んでしまいます。もちろん軽食にぴったりのサンドイッチも豊富。
ごぼうやレンコンを使ったヘルシー系からしっかりしたロースカツサンドまで、どれも美味しそうでございました。フルーツサンドというと1000円とか2000円とかしてしまうようなお店もイメージされるかと思うんですけども、ものによってはワンコインでいただけるコストパフォーマンスが高い点もおすすめなポイントです。作りたてにこだわり、工場を持たず店内の厨房でサンドイッチを作っている点もおすすめすべきポイントかなと思います。日本人に合ったサンドイッチを作るため研究を重ね、どんな素材も引き立てるオリジナルのパン、毎日食べても飽きないような味をと独自レシピのマヨネーズまで開発し使っているということです。さて、こちらはこの日いただきましたいちごとシャインマスカットの生クリーム、そして黄桃生クリームのハーフでございます。驚きと感動、夢のあるサンドイッチを届けたいと100種類を超えるサンドイッチが出来上がってしまったというのも面白い点です。続いては2023年2月にオープンしました象印食堂なんですけれども、まずご紹介しますのはその象印食堂が入っていますキッテという商業施設でございます。東京丸の内の旧東京中央郵便局敷地に立ちます JP タワー内の商業施設キッテ。そちらは地上38階、地下4階、高さ約200メートルの高層ビルになっていまして、日本郵便が JR 東日本、三菱地所と共に進めてきたプロジェクトで2012年5月に誕生しております。キッテという名前は郵便の切手、そして来てという意味を込めていまして、内装環境デザインを手掛けていますのは隈研吾さん。日本各地で作られた自然素材を用いつつ、光の空間、線の空間、記憶を紡ぐ空間をコンセプトにデザインしていますので、そういった雰囲気も感じ取ってほしいです。さて、そんなキッテさんの中に入居していますこちら象印食堂なんですけども、家庭用炊飯器で有名な象印さんが提供しているスタイルのお店です。象印さんが開発された様々な商品の説明を見ることができますので、ぜひそういった技術に関してもこちらの店頭で眺めてみてほしいなと思います。実はこちら大阪では話題の行列店でございまして、こちら東京店は昨年の2月に満を持してオープンした東京初進出のお店です。炊飯器で有名な象印ですけれども、そんな象印が手掛けるお店なだけありまして、ご飯の美味しさはまさにピカイチでございます。大阪に登場したタイミングでも飲食店の立ち上げ自体象印としては初という状況でオープンしていますので、飲食店の常識であった大釜で炊くご飯ではなく、家庭用炊飯器で提供するスタイルには初めは抵抗はあったようです。ただそこは象印の腕の見せ所。圧力 IH 炊飯ジャーとして不動の人気を誇ります塩分炊きで炊いた最高のご飯は間違いなしのクオリティだとスタッフたちも納得したようでした。そんなご飯と合わせつつ様々なおかずと食べ比べながら日本食を楽しめるようなそんな空間でございます。もちろん炊き方だけではなく、こだわりはお米自体にも。5つ星お米マイスターが特別にブレンドしたお米を使い、できるだけ炊きたてに近い状態で食べてもらうために保温時間にも上限を設けています。こうして人気に火がついた大阪店ですけれども、ここ東京店の大きな魅力は東京駅舎が目の前に見える窓際のカウンター席。この日もカウンター席でいただきましたので、東京駅舎を眺めながらこちらの絶品ご飯をいただくことができました。カウンター席はお一人様でも抜群ですけれども、カップルや夫婦にとっても特等席になりそうです。さて、ここからはご飯の魅力をご紹介。今映しておりますのは象印御膳ご褒美というメニューなんですけれども、まさに一汁三菜をイメージした御膳に自慢のご飯を添えつついただくことができるメニューです。ご飯は白米2種と健康応援米1種を合わせた3種を常に用意しています。先ほどご紹介しました塩分炊きの機能で炊き分けた白米2種の食べ比べをするのもよし、健康応援米と組み合わせるのもよし、ご飯はおかわりも自由なので、例えばそれぞれの種類を少なめに盛りつつその魅力を堪能するのもいいかなと思ってます。そして最後にはお茶漬けスタイルでいただけるところもおすすめなポイントになっていますので、ご飯の味を心よくまで堪能してほしいです。お食事をいただいた後にジェラートのデザートもいただきました。続いては食べログうなぎ百名店2022にも選ばれている東京駅八重洲口から徒歩5分の人気うなぎ屋さん橋本です。創業以来こだわり続けてきたうなぎ料理は間違いのないクオリティで、東京で一度は食べたいご飯と言っても過言ではありません。天ぷら、
寿司、そばと並び、江戸の屋台料理として人気を博したうなぎ。かつて江戸で採れたうなぎは江戸前と呼ばれ、かば焼きは江戸っ子の大好物となったようです。今となっては天然物の入手は困難となってしまいましたが、江戸前の魂を継承しつつ、1947年の創業以降、4代目店主になった今でも変わらぬ味を提供してくれています。メニューはシンプルにい、ろ、はの3種類。いは1匹、ろは1匹大きめ、はは1匹半、そういった形でうなぎの大きさによってメニューを分けています。季節ごとで産地も異なり、店頭ではその産地を掲げてご紹介してくれます。またうな重はもちろんのこと、合わせていただけますお新香も絶妙な味わい。うなぎとの相性も考え、自家製で漬けられた確かな味わいです。さて、肝心のうなぎについてですが、こだわりの一つは仕込みをしないこと。前提としてオフィス街にあるうなぎ屋さんのほとんどは時間のないお客さんのために白焼きまで済ませておくことが多いようです。橋本もかつては仕込みをしていましたが、ベストな状態のうなぎを提供するため、可能な限り仕込みをしない方法にて最高の味わいを提供してくれています。ここでも一般的なランチに比べると高く感じるかもしれませんが、東京駅に来た際はぜひお試しください。続いてご紹介しますのは、食べログスイーツ100名店2023にも選ばれていますショコラティエパレドール東京でございます。カカオ、チョコレートってこんなにも楽しいのと思えるようなあらゆる可能性と他では味わえない味覚を探求し続けるショコラティエです。落ち着きのあるクラシカルな外観で、ふとフランスを旅しているかのような感覚に陥ってしまいそうなお店です。中に入ると、そこには数十種類のボンボンショコラを一粒からじっくりと選ぶことができまして、ガトーも選ぶことができるブティックがございます。まるで宝石店のような店内、そしてチョコレートはじっくり眺めることができますし、店員さんの接客もとても丁寧なので、ホテルの1階で過ごしているような雰囲気を味わえるところもおすすめなポイントです。今映しておりました通り、店内でいただくこともできるんですけども、外のテラス席でもいただくことができまして、外のテラス席では丸の内らしさを感じることができるところもおすすめなポイントでございますので、ぜひお好みの方で試してほしいです。外にヒーターもありますので、昼間は外の空気を感じつつテラス席でいただくというのも個人的にはおすすめです。さて、こちらが宝石のようなチョコレートの数々になっているんですけども、丸の内限定のパッケージもあったりしますので、東京お土産の際の参考にもなるかなと思います。まだまだ可能性を秘めたカカオやチョコで驚きと楽しさを表現していきたい、そんな思いから日本酒の獺祭、ウイスキーとホワイトチョコのコラボや、ユニークなものとしましてはカカオを使ったカレーや伊豆羊羹もありまして、そちらも注目を集め多くのメディアで紹介されていました。パレドールさんはテイクアウトが主になっているお店であるんですけども、こちらの東京店では併設のサロンでカカオそのものの楽しさや美味しさを存分に味わうことができる空間もプロデュースされていますので、先ほどホテルのようにと申し上げたその屋上空間も合わせて楽しんでほしいです。そのサロン内ではカカオの香りを楽しむオリジナルドリンク、ショコラネスパ、シャンパンやウイスキーとショコラのマリアージュを楽しむセット、自家製カカオをふんだんに使ったビーントゥココア、プチガトーとのセットや、見た目も美しいパルフェなど、どれも気になってしまうようなメニューの数々です。そもそもこちらのショコラティエパレドールは、オーナーシェフの三枝俊介さんがフランス・リヨンの巨匠モーリス・ベルナシオンに教えを受け、2004年に大阪で、その後こちらの東京丸の内にショコラティエをオープンさせ、今に至っています。その後もカカオ豆からチョコレートまで一貫して手掛ける工房や、世界に先駆けてホワイトチョコをビーントゥーバー形式で手掛ける工房もオープンしております。さて、こちらがポイントにきましたガトーセットになっています。先ほど映していました通り、ケーキの種類もたくさんあるんですけども、特にこちらのタルトは人気で、昼過ぎには売り切れてしまうことも多いということなので、ぜひともタイミングが合う方はこちらを注文してみてほしいです。続いてご紹介しますのは、2021年7月にオープンしたトフィー東京です。福岡発のソイカフェトフィーが2021年に誕生したのがこちらの店で、東京は2号店になっています。
福岡に1号店をオープンし、新しいギルティフリースイーツとして話題になったソイカフェトフィー。2号店となる東京店はトフィー東京として東京駅近くの常盤橋タワーにオープンしています。東京駅前の常盤橋エリアにて開発が進む新しい街、東京トーチ。その第1弾プロジェクトとなった常盤橋タワーということもあり、その期待度も大きかったようです。今ご紹介した東京トーチも先ほどキッティさんでご紹介した三菱地所が手掛けています。東京駅周辺は以前に特集組ませていただきました東京ミッドタウン八重洲が三井不動産の系列でオープンしていたり、まさに日本を代表するような建築家が手掛けた不動産がたくさんあるという点もおすすめかなと思います。そんなトフィー東京は早くて体に良くて美味しいをコンセプトに手軽に豆乳を味わえるメニューを提供するのが大きな魅力です。中でもトフィーが最もこだわっている豆乳は佐賀県にある三原豆腐で作られています。豆乳の原料は主に大豆と水ですけれども、豆乳特有の苦味やえぐみを感じさせない工夫が凝らされています。さてこちらはこの日にいただいたトニーチェとソイラテ、そして豆腐チョコの小さいサイズです。ソイドリンクは今回いただいたラテ以外にもシェイク系などもありまして、豆乳甘酒という変わり種や冬季限定のソイ抹茶の販売もありました。また今回いただけなかったんですけれども、大人気なのは豆乳ドーナツ。この日は夕方のおやつタイムにかかったんですけれども、残念ながら売り切れでございましたので、ぜひとも試したい方に関しては早めにかかってほしいです。さて今映していますのがトニーチェでございまして、トニーチェは果肉がゴロゴロ入ったいちごソースと無調整豆乳が層になっていて、おからクランブルを含んだグラノーラを入れて食べる朝食にぴったりなメニューです。そしてこちらの豆腐チョコは優しい口当たりの新感覚チョコレートで、パッケージもとてもおしゃれ、お土産用にもおすすめなのでぜひお試しいただきたいです。そして最後にご紹介しますのは鳥羽コーヒーさんです。2022年秋、惜しまれつつ幕を閉じた銀座の自家焙煎コーヒー豆専門店の鳥羽コーヒー。2023年6月に東京八重洲のヤンマー東京にカフェ併設でオープンしました。2014年4月にコーヒー豆専門店として開業した鳥羽コーヒーは、美味しいコーヒーはカフェや喫茶店のものだけではないというコンセプトのもと、誰が入れても美味しく、毎日飲んでも飽きない、皆様の生活に寄り添う脇役としてのコーヒーを販売してきました。販売のみにこだわって一箇所に留まってはいけないかもしれないという考えから、新店舗では販売だけではなく着席できるカフェスペースを設けています。自家焙煎のコーヒーを使ったドリンクはもちろんのこと、コーヒーに合うサンドイッチ、スイーツなどのご提供もありまして、そのどれもが本格的。もちろんコーヒー豆も注目でございまして、店頭には様々な種類のコーヒー豆がディスプレイされていますので、ぜひその味の特徴等も眺めていただきながらお好みの一杯を探してみてほしいです。こちらが先ほどご紹介したコーヒーに合うフードの数々でございまして、キャロットケーキやパウンドケーキ、カヌレやサンドイッチなどがございます。他にもビールの提供なんかもございましたので、コーヒーも飲みつついろんな組み合わせを試していただけるような、そんな店舗作りがなされていました。このようにたくさんのこだわりメニューやドリンクがありますけれども、鳥羽コーヒーさんはあくまでもそれらを脇役と位置づけています。と言いますのも、主役はその場に集って楽しむお客様だと定義づけていまして、まるでヨーロッパのカフェのようにお客様と一緒に文化や歴史、そしてお店を作っていきたいということでございました。そんな中、この日は本日のコーヒーに加えまして、冬季限定の国産野菜とトマトバジルサンドを注文しました。高級感あふれる食器とともにいただくことができますので、まるでカジュアルにいただけるメニューではありながら、高級感を感じながら食事をいただける、そんな空間になっていました。ちなみにフードメニューに関しましては、体と地球に優しいをモットーにしていますので、できる限り国産の食材を使用し、グルテンフリーやビーガンなど様々な価値観の人が楽しめるような配慮をしているということでございました。以上、今回は東京駅からおすすめなカフェ、そしてグルメを6選ご紹介させていただきました。冒頭でもご紹介しています通り、東京駅では2月の18日まで丸の内イルミネーションが開催されていますし、まさに年が明けたばかりの今のタイミングこそ東京駅の進化を堪能するのに抜群なタイミングだと思いますので、今回のカフェ紹介等も参考にしてみてほしいです。また昨年2023年は東京駅が大きく変化した年でもありまして、そちらの新施設を紹介した特集もご紹介していますので、過去の動画等を参考にしていただきつつ、そちらも確認してみてほしいです。
今年も1年間より一層魅力的なお店に出会えたらなと思っていますし、東京駅のように複数回にわたってご紹介している場所以外にもたくさんの東京のエリアをご紹介していきたいと思いますので、気になる方はチャンネル登録をしつつ楽しみにしていただければと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。